不動産屋さんの怪談です。霊感の強い人にはこんなこともあるんだなと思いました。これはかなり昔、正確には1974年8月30日に起きた事件に関わる話です。それは東京都千代田区大手町の三菱重工業ビルの玄関前に置かれた爆弾が爆発し、8人が死亡、376人が重軽傷を負った戦後日本最悪の爆弾テロ事件でした。当時日本にもそんな野蛮な爆弾テロがあったんです。さて、話の本筋に入りますが、私の話によく登場する霊感の強い友人の瀬川さんですが、当時彼女は大手町の銀行に勤めていました。その銀行は三菱重工のビルの真向かいにある当時の三菱電機ビルの中にあったそうです。その2つのビルは大通りの交差点のそれぞれ四つ角にあり、向かい合う形に立っていました。さて、瀬川さんはお昼はいつも仲の良い2人の友人 A さん B さんと一緒に3人で外に出て、銀行とは別の場所で昼食をとっていました。当時大手町にあった東京都庁の食堂はお弁当を持ち込んで食べてもよかったそうです。それでその3人の中で B さんだけいつもお弁当を持ってきていたので、みんなで都庁の食堂まで行ってお昼を食べていたそうです。その都庁の場所ですが、瀬川さんたちがいる三菱電機ビルと真向かいの三菱重工業ビルの間を西の方向に通っていくとありました。ですから瀬川さんたちは必ず毎日お昼はその三菱重工業ビルの前を通り過ぎていました。その運命の日、8月30日の前の日の29日の夜のことでした。瀬川さんは何とも言えない雨雲が押し寄せてくるような嫌な予感がしたんだそうです。いつもお昼を食べに都庁へ行くルートに絶対に行ってはいけない強い予感がしました。それでお弁当持参の B さんがお弁当を持ってこなければ、全く反対の方向にある丸ビルで昼食を取れると思いました。そこですぐ B さんに電話をして、明日はお弁当持ってこないでねと頼んだそうです。すると B さんは不思議にも理由も聞かずに分かったと二つ返事だったそうです。瀬川さんは少しほっとはしましたが、なぜこんな胸騒ぎがあるのか、明日一体何が起こるのか全く分からなかったので、まだまだ気が抜けないと思ってその夜は寝たそうです。明けて8月30日、みんないつもの通り出勤しておのおの業務に当たっていました。瀬川さんもいつもの通り仕事をこなしていきました。ところがだんだんお昼の休憩に近づいてくると、瀬川さんの胸騒ぎも少しずつ強くなっていったそうです。そしてその胸騒ぎがかなり強くなった時です。瀬川さんは腕時計を見ると12時45分を指していたので、そろそろここを出ないとまずいと思ったそうです。当時は電子時計ではなかったので、みんなわざと少し時計を進ませていました。ですから瀬川さんの腕時計はその時少し進んでいたので、実際にはおそらく12時40分から42分くらいが正確な時間だったと思います。それで瀬川さんは A さんと B さんを慌てて呼び寄せて外に連れ出しました。そして早く早くと2人をせかしながら、瀬川さんの少し進んでいる時計が12時50分を指した頃に、蓮向かいの丸ビルの中に3人は入れたそうです。そしてそのまさに入った直後、正確には0時45分きっかり、ドカーンというものすごい轟音と地響きが起きました。その爆音は遠く新宿にまで響き渡ったそうです。午後0時45分に三菱重工業ビル1階に仕込まれた時限爆弾が炸裂し、1階は壊滅状態で玄関は大破し、建物内の社員や通行人が多数殺傷されました。道路側のガラス窓がすべて割れて砕け散り、三菱電機ビルや丸ビルの窓ガラスも割れ、街路樹の葉も吹き飛んだそうです。警察、消防、救急車が来るまでに
通行人の血だらけの遺体に居合わせた人が上着をかけているシーンがニュースの速報で流れてきました。救急隊が死傷者に対応し、警察はところどころに臨時の取り調べ室を作っていったそうです。そして犯行声明の12時42分ごろに三菱重工業の玄関前に爆弾が仕掛けられたことが分かっていたので、爆発直前に外に出て近辺にいた者全員を聞き取り調査することになったようでした。当然瀬川さんたち3人も外に出ていたにもかかわらず無傷で助かったわけですので、取り調べの対象になりました。まず A さんと B さんが警察に呼ばれたのですが、2人とも30分ぐらいで終わったのでした。警察は、あんたたちよく外にいたのに助かったな。どうして外にいたの？その時間に。と聞いてきたそうです。それで2人はいつもお昼は外に出ていたが、瀬川さんが今日は都庁じゃなく丸ビルでお昼を取ろうと言ったこと、そして瀬川さんに早く丸ビルに入ろうとせかされたこと、などを正直に話したそうです。ところがそれは瀬川さんがまるで犯行を事前に知っていたかのように聞こえて、ちょっとまずいことになったそうです。最後に呼ばれた瀬川さんはかなり詳細を丁寧に時間をかけて調べられました。まずなぜその時間に外に行ったのか、どうしていつもとは違う方向に行ったのかと聞かれたので、瀬川さんは本当のことを全部警察に話したそうです。嫌な予感がしてこの時間に行かないといけないと思ったこと、都庁の方向に行ってはいけないと思ったことなどを答えたそうです。警察は事件とは関係のない銀行の仕事の話とかいろんな質問をしてきたそうで、途中からまるで世間話のようになっていったそうです。なんだかんだでもうすでに2時間以上も経っていました。霊感のある瀬川さんは刑事さんたちが瀬川さんを疑っているというより、彼女の一連の行動を単に不思議に思っているように感じたそうです。結局長く足止めを食った末に、急にもう帰って構わないということになりました。そしてほっとした瀬川さんに担当の刑事さんが、あなたは事件には無関係だとわかるよ。あなたに勘があるように、刑事には刑事の勘があるんだよ。と最後にそんなことを言ったそうです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。